ダイバーシティとインクルージョンを軸としてチームで働く人と人との間にコラボレーションを生み出し続ける企業がある。外国人採用をはじめ多様な視点から開発を続け、世界中にいるユーザーから求められているサービスを届けている。これから先はですね、日本ももっと外国人の方を採用してコストカットではなくて、もっと自分たちが育つために、自分たちが、よりグローバルに、商品製品を届けていくために外国人雇用というのはやっていかないといけないのかなと思います。株式会社ヌーラボの代表取締役橋本正則です。日本の IT 人材技術力不足問題、その問題に対して動き始めている企業がある。高度外国人人材と共に歩む日本の未来を動かす最先端の経営の形、ビジョナリー経営、ムービングジャパン。東京水道橋、ここに福岡に本社を構え、世界各国に拠点を持つヌーラボの東京オフィスがある。ヌーラボはチームで働くすべての人にをコンセプトに、チームのコラボレーションを促進して仕事が楽しくなるようなサービスを開発。日本にとどまらず海外のあらゆる国の人たちに利用されている。現在日本のほかアメリカ、オランダ、シンガポールに6つの拠点を構え、グローバルに展開している。2009年から外国人採用を始め、全社的な社員比率は日本人が 80%、外国人が 20%。海外展開を積極的に進めている代表取締役の橋本さんに外国人採用について話を伺う。まずは外国人社員をなぜ採用したかっていうと、ソフトウェアをもうちょっとグローバルに向けたものにしていきたかったので、そのインターナショナルなチームで、開発チームで作った方がグローバルにはフィットするんじゃないかなと思っているので、そこら辺がですね解決できるんじゃないかなと思っています。で、実際その海外にそれなりのユーザーさんを獲得もできていますね。あと身近にその外国人の方がいることによって、うちの社員もうちはその日本だけがマーケットじゃないんだっていう視野に立つことができるので、そこら辺もすごくいい効果かなと思っています。一番最初の方を迎え入れる時は本当に何も分からなかったんで、まずは採用してみようというところから、始めてみました。もうアクションファーストというか、まず動いてみて、何か問題があればそれに対して対処していくというスタイルで外国人雇用を始めてみました。今はですね、日本に引っ越してくる際に、就労ビザとかですね、そういうものを取る手続きだとか、そういったところもある程度、きちっとワークフローを組んで、やっています。How do you think diversity journey?相手を尊重し、自分とは異なる考え方を許容することを大切にする。2021年7月15日にヌーラボが公開したダイバーシティとインクルージョンのポリシーは、海外オフィスで働く社員にも浸透している。ダイバーシティ&インクルージョンの、ポリシーも先んじてその草案とかを作ってくれたのが、外国人社員だったりとかしました。それは私も聞きましたね。このチームで一緒に仕事ができてよかったを世界中に生み出していくというヌーラボのブランドメッセージを体現するために作られたポリシーは、すでにしっかりと根付いている。そんなダイバーシティとインクルージョンのポリシーを掲げることを提案した外国人社員のヨアンさん。ヨアン・ノルベルと言います。出身はスウェーデンです。今はバックログのエンジニアをやっています。開発してて何か新しい機能を提供する場合は、お客さんからユーザーさんから嬉しい声をいただくと結構
嬉しくなります。特にその何ヶ月かけて作った機能とかを、やっぱり頑張って作ってよかったとか、あとその嬉しい声をいただいたら結構モチベーションとかも上がるんで、はい、嬉しくなりますね。日本では結構みんなが仕事に対して結構やりがいを感じてるという感じがしました。母国とかは、もちろんそういう人も向こうでもいるんですけど、比べたら少し少ないかなと思います。決まった時間で仕事して帰って忘れることは結構多いかと思いますね。逆に日本ではそのやりがいを感じて仕事を一生懸命頑張っている人が多いと思います。なんかそういうやりがいも感じたら仕事も楽しくなったりやりやすくなったりすることは結構あると思うんですよね。それは結構なんかいい違いかなと思いました。海外だと結構企業さんがそういうインクルージョンとダイバーシティのポリシーを、公開しているところが多いと思うんですけど、日本はまだ、もちろん出してるところはあるんですけど、まだちょっと少ない気もします。そこで自分のいる会社でもうまだ出してないからちょっと自分からやってみようという感じで、そうですね、作ってみました。そうですね、全部同じくバックログチームで働いているアメリカ出身のベンさん。まだ日本語を流暢には話すことができないが、チームのメンバーとは問題なくコミュニケーションを取ることができている。Yes, my name is Benjamin Warner. I'm from Pittsburgh, Pennsylvania, the United States of America, and I currently work for New Lab as an Android developer. Oh, absolutely. And the easiest way I know is because when I see code I wrote a year ago, I'm like, oh my gosh. Like I can see like the ways I've improved. There's a lot of people who have a lot of knowledge and experience, so it's just so easy to learn things. And when I'm not sure of what to do in a certain situation, I can get feedback. And basically, it's like drawing from the experience of my coworkers to kind of build my own experience. So it's been very educational journey, which is perfect. Just their programming experience is like the biggest thing for me. A lot of people have been doing it. I did Android whenever I was in university, but it was a student job, so it was limited hours. Whereas a lot of people around me, they've been doing this, full time for years. So there's just always a lot of good ideas for architectural choices. And in the context of Android, maybe there's some small thing that I'm not aware of, like where, if you're not careful of this part, you could get a bug or something like that. So I think it's really learning and pulling from the experience of the people around me who have just spent more time doing what they do. そうですね。なんか自由にそこを拡大縮小できると。ヨアンさんやベンさんの上司であるバックログチームの開発課長の白川さんに、共に現場で働く外国人社員について話を伺う。そうですね。特に外国人ということを意識することもなくですね、同じチームメンバーとして同じ目標に向かっていくというところが、イメージとしてはありました。コミュニケーションに関して言えば、日本人対日本人、かつ日本語のコミュニケーションであっても、伝えたと一方的に思い込んで、あるいは伝わったと一方的に思い込んで、後で認識の齟齬があったっていうような発覚がするリスクっていうのは常にあると思うんですけど、外国人とのコミュニケーションにおいては、そういったコミュニケーションのリスクがあるというふうにあらかじめお互いが認識しながらコミュニケーションを取っていることもあって、そういったところがある意味利点でもあるのかなと思っておりました。確かに言語の問題はあるんで、やっぱり得意じゃない人、得意な人とでコミュニケーションに積極的かどうかっていうところはあるんですけれども、そのチームの雰囲気をまず作っていくということで、コミュニケーションのハードルをどんどん下げていくっていうことがヌーラボの中で行われていたように思います。
外国人社員とのコミュニケーションでは日本語と英語を両方とも使っています。っていうのも日本語を勉強したい外国人の社員もいるので、その方に対して英語で話すとやっぱりちょっと物足りないと思いますので、その時はですねこちらも日本語で話しますし、逆に日本語ちょっと分かんないよっていう外国人社員に関しては英語で話します。で子会社の、ニューヨーク、アムステルダム、シンガポールにいる社員に関してはもう日本語も喋らないので、全員英語を使っていますね。じゃあ面接の事前ミーティング始めますね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。一次面接では人事だけでなく現場のエンジニアや開発部長も参加している。その背景には欲しい人材の基準を決めないという姿勢があり、一人を採用するために毎回現場と人事採用担当者が面接の準備と振り返りを含めて約3時間かけて議論を重ねている。採用を担当する足立さんは外国人採用についてどのような思いを持っているのか。そうですね、私たちの行っている、提供しているサービス自体がコラボレーションというのがキーになっているので、コラボレーションするために必要なことっていうのを考えるっていう意味ではいろんな文化の方がいることが大事だと思うんですね。なので外国人を採用していることが大事というよりは、とにかくいろんな考え方、いろんな文化の方がいることっていうのが、広がりが出てくるっていう意味ではすごくメリットを感じています。外国人人材に特別その極端ななんていうんですかね、外国人だからという期待は特にないです。本当にですね、いろんな考え方、いろんな文化を持ち込んでほしいというのがあるので、国内外問わずですね、私たちのには今ない視点だったり価値観を持っている人をお迎えしたいなと思っています。海外展開を視野に外国人採用を始めたヌーラボだが、今後進めていく外国人採用戦略、橋本社長の経営ビジョンとは。採用を日本だけじゃなくて海外も含めた上で行っているので、なんていうんですかね、すごく実力のある方をどんどん採用することができるようになっているので、そこら辺は外国人採用やっててよかったなと思いますね。外国人採用に関しては子会社も含めて、そうですね、割合でいうと 50% くらい外国人になればいいなと思っています。今後の経営ビジョンとしましては、ヌーラボのような会社を、いろんなところに、世界中に、増やしていきたいなと思ってます。で、直接その資本金とかで増やすんではなくて、ヌーラボのような、生き生きとしたような会社さんを、僕らが提供しているツールを使うことによって、増やしていけたらいいなと思っていますね。全社的に外国人社員比率を 50% に高めていくというヌーラボの採用戦略と、ダイバーシティとインクルージョンのポリシーはこれからもチームで働く人と人との間に世界中でコラボレーションを生み出し続けていくだろう。ビジョナリー経営、ムービングジャパン。